ロンドンはテムズ川を境に南北に分かれており、前から北は栄え、南は治安が悪いと言われてきました。北は著しい発展を遂げ、町は繁栄し、治安も良好であった一方、南は発展が遅れ、主に低所得者の住むエリアに。それがゆえ、家の相場も北と南で大きく異なり、北部の不動産価格は高騰、富裕層は北部や西部に家を持ち、貧困層は南部に集中している。ではなぜこのような状況に至ったのかを今回ご紹介。皆さんこんにちは、シンです。今回はですね、このロンドン南北の分断というところでちょっと動画を紹介していくんですけれども、これを語るにはですね、なんとローマ時代まで遡る必要があります。で当時ですね、西暦43年の話なんですけど、ここにもともとブリトン人、ケルト系の民族の人が住んでいました。で、クラウディアス率いるローマ軍がここを侵攻してくるということになるんですけれども、ここに、ロンドニアムっていうのを設立いたします。でそこから町が発展していくことになるんですけれども、ここが中心というふうに言われています。で今私が立っていますここは、テムズ川の北の、リドンホールマーケットというところになるんですけれども、そこが、当時のロンドンの中心であった。お気づきの方もいるかもしれませんが、ここはなんとハリー・ポッターの映画のロケ地として使われた場所の一つです。では次に、なぜローマ人はこのテムズ川より北を町として選んだのかを説明していきます。ポイントは2つあるみたいなんですけれども、1つ目のポイントとしては、南が湿地地帯になってたみたいです。で湿地地帯だとなかなかね、この要塞とかを作るのに適してなかったっていうところで、北の土地を選んだっていうのが1つの理由になります。で2つ目の理由なんですけれども、ここロンドンより北ってちょっと丘になってるんですよね。で丘になってるってことは、例えば外からの攻撃とかがあった時に遠くの敵も見つけられるよっていうところも、ポイントとしてあったみたいです。でもっと言ってしまうと、当時水害とかもいっぱいあったようでした。で水害があると当時はインフラとかがなかったので、そこに対して何かしていくっていうのができなかったんですけれども、丘の上であればこの水が自然と下の方に流れていく仕組みになっているので、そういう意味も含めて北の方が、町の中心として作られたっていうような形になります。でちょうどですね、私が立っていますこのセントポール大聖堂のところなんですけれども、これが、ロンドンの、当時のロンドニニアムの西の、果ての部分になります。画面だとちょっと見えづらいかもしれないんですけど、セントポール大聖堂から西の方を見ていくと実際斜面になっています。でロンドンは5世紀頃までローマ帝国の支配になるんですけど、その間ずっとこの北の方がメインで発展をしていきました。でローマ帝国が崩壊するとですね、ロンドンも中世に入ります。で中世に入ってからなんですけれども、依然北の方が栄えていて、で街も広がっていました。で話によると、ウェストミンスターアビー、今のビッグベンがあるあたりまで、街は拡大していたみたいですね。で南の方はですね、開発が遅れて、で一時期はもう無法地帯化していたみたいです。で非道徳的なことだったりね、起こっていたみたいなんですけど、売春だったり、あとは、熊いじめっていうのもあるみたいなんですけども、それもこちらで盛んに行われていたそうです。で私の後ろに立っているこのシェイクスピアグローブっていうところなんですけれども、まさにここがその中心地だったみたいですね。でパブとかもいっぱいあって、あと収蔵所もねいっぱいあったんですけど、それが原因で結構この周りを異臭が漂ってて、やっぱり住民が寄りつかないような環境でした。でこのシェイクスピアグローブからなんですけれども、街の中心までねそこまで離れてないんですよね。奥の方に緑色の橋が見えるかと思うんですけれども、あそこを渡ったところにですね、先ほどご紹介した、リダンホールマーケットっていうのがありまして、でこっちに、目線を移していただくと、セントポールがありますと。なので、この一帯で、街が発展していたっていうのは、正解ではあるかと思うんですけど、基本的にはやっぱり北の方が栄えていたみたいですね。で中世の次なんですけど、イギリスは15世紀から17世紀の間、チューター朝とスチュワート朝に入ります。でこの時からですね、今ちょっとロンドンだとなかなか見れないんですけど、チューター様式の家ができ始めて、その時高級住宅地に当たっていた、今でいうホルボンだったりイズルントンに、こういうチューター様式の家がいっぱいあって、華やかでいっぱいでしたと。
で南の方はですね、以前娯楽の中心ではあったみたいなんですけれども、この時から工場だったり、あとは収蔵所ができ始めてたっていうような話があります。で今私が歩いているところなんですけれども、レザーマーケットといってですね、革製品を、作ってた工場がこの一帯にはありましたと。でご覧いただければ分かるかと思うんですけれども、今はもう全部、再開発で何も残っていません。でこの辺ですね、革なめしだったり革製品を作ってた工場っていうことで、結構悪臭が漂ってたみたいなんですよね。でそうするともう周りには人はちょっとこう住みたがらないっていうので、富裕層はやっぱり北の方に行ったっていうのがあります。で18世紀後半にこのロンドンの南北を語る上で一つ転機が来ます。で皆さんも聞いたことがあるであろうその産業革命ってイギリス入るんですけれども、北の方が中心ではあったんですが、ロンドンも例外ではありませんでしたと。っていうところでロンドンの市内の方にもですね、その工場がいろいろ立ち始めたりしていました。で鉄鋼業だったり、石炭の工場だったり、いろいろ工場があったみたいなんですけれども、こういったね工場を建てるのにやはり大きな土地が必要っていうところで、東が、好まれていたそうです。川へのアクセスがいいっていうところで、東、あとはですね、その時東は、土地がありましたよっていうのもそうですし、人がいなかったのでね、その周りの住民からクレームが来たりっていうのはなくて、東の方に工場がどんどん建て始めました。一つここでご紹介したい工場があるんですけれども、その産業革命の時に建てられたベクトンワークス、ベクトンガス工場っていうのがあって、東京ドーム47個分の大きさになっていて、当時ヨーロッパの中では1番2番なんじゃないかっていうところの工場になります。でここはですね、石炭燃料の工場でロンドンの電気を供給していた場所になります。一時期は4500人も、働いていたみたいです。でちょっともう今更地になっちゃってるんですけど、10年20年ぐらい前まではですね、工場のビルがあったというようなところになります。奥の方にですねビルみたいなのが見えてるんで、再開発が進んでるなっていうのがちょっと分かるようなところですね。ちょうど同じ頃、イギリスの海洋進出も一段と活発化していました。軍事面では当時イギリス海軍はトップレベルの戦力を誇っていて、世界を支配できるだけの戦力を持っていたと言われています。外からの侵略を守ると同時に貿易船の保護など大量の軍艦を生産していました。貿易面では一度は聞いたことがあるであろうイギリス東インド会社を対等に香辛料、お茶、砂糖などの輸入目的で海外との貿易が盛んになりました。こちらでも造船需要が高まり、超大型の船が作られていました。そのため造船所や工廠が多く建てられ稼働していました。でこれら造船所だったり工場っていうのが、ロンドンの東に建てられてたんですけど、一つ大きなポイントとなるのはこの川の水深ですね。でテムズ川ってそのロンドン市内、いわゆるその東から西の方に行けば行くほど水深浅くなるみたいなんですよね。でもっと言ってしまうと、そのテムズ川自身狭くなっていくんですよ。ってなった時に、そういったその大型の船、輸出だったり運ぶのに使う船とかが西の方まで行けない。なのでその水深が深いところで、作業するっていう意味で今のカナリーウォーフのエリアが、結構いいっていうような話だったそうです。次はですね、こちらのポピュラードックスというところに来ました。こちらはですね、この一帯ですね、どちらかというとが昔はもう船の製造工場がいっぱいあった場所で、こういった製造工場からね出る汚染、汚い空気とかが、やっぱ街を汚くしていたよっていうようなところになります。で、街というか政府自身の方もですね、いろいろ再開発を試みていて、後ろご覧いただければ分かるんですけれども、もう、高層ビルばっかりっていうような感じですね。ロンドンって昔から気流の関係で風が南西から北東に向かって吹いていくんですよね。ってなった時に工場が東の方にあります。で汚い空気が排出されます。で風がその汚い空気をもっと今度は北東の方に向かって押していくので、そうするとその工場より西っていうのは、空気の汚染の被害が少なかったみたいです。
そういうこともありですね、ロンドンの西の方っていうのは、住むのに適していたっていうことが分かります。で、汚染された空気とは別に、汚染された水っていうのも結構問題になっていて、でその時工場とかがいっぱい建ってたので、その産業処理水をちゃんと処理しなくて、そのままテムズ川に流したんですよね。で、当時の人々ってそのテムズ川から水を、飲んでたりしてたので、結構そこでコレラが発生して、いろいろ問題が起きてましたと。で、気流と同じでですね、テムズ川も、東から西の方に流れてくるんですよね。そうした時に工場より、東の方の、テムズ川の水っていうのは大変、汚染されていたんですけれども、工場より西側の、川の水はそれなりにまだ OK だったっていうところで、そこも含めて、住民たちは西の方の、エリアを好んで住んでいたと。ここでこの時代のロンドンの北と南を結ぶ橋の紹介をしておきます。時系列にロンドンブリッジ、こちらは1200年からありました。ウェストミンスターブリッジ、あとブラックフライヤーズブリッジ、バックソールブリッジ、サザークブリッジ、ハンガーフォードブリッジがありました。これから見てわかるようにですね、南北のアクセスが限定的でした。で、話は第二次世界大戦のところに行くんですけれども、この時ですね、イギリスはナチスドイツと戦争中でしたと。ロンドンも空爆の対象になっていて、結構南だったり東だったりの被害が大きかったみたいです。軍事的なインフラが多かったのはその南部、あと東部っていうところで、そこが結構被害は大きかったみたいです。で、もちろんね、中部だったり西部っていうところの被害もあったみたいなんですけど、南とは比べられないほどの被害だったそうです。今僕がいるのはこのペッカムっていうところなんですけど、主に爆撃で、被害に遭ったのがペッカムだったり、あとはバーモンジ、グリニッチ、こういうところでは結構こういう団地が多く見られますと。で、南部もですね、昔ビクトリアン様式の家とかが、あったみたいなんですけれども、それを修復すると、大変お金がかかるっていうので、こういう今私の後ろに見えている、団地みたいなのがいっぱい建設されたようです。で、この団地のメリットなんですけれども、まず修復するよりコストが安いっていうのと、あといっぺんに、何十人、何百人もの人を入れられるっていうので、メリットが、当時はあったと言われています。で、もっと言ってしまうと、ビクトリアン様式の家って、トイレとかは共同だったらしいんですよね。なので、そういう衛生的な面も踏まえて、こういう団地がいっぱい作られました。世界大戦後のお話にはなるんですけれども、一度は聞いたことがあるかもしれないロンドンスモックをここでご紹介いたします。これは1952年12月にロンドンで起こった大気汚染です。人々は呼吸困難や喘息に似た症状で苦しみ、何千人もの人が亡くなったとされています。こちら4日間続いたんですけれども、その原因としては冬場ということもあり、温度が急激に下がり、霧が発生したと。で、工場から出された石炭などで、汚染された空気がその霧に巻き込まれてずっと漂っていましたと。ロンドンの北と西エリアなんですけれども、もちろんこのロンドンスモッグっていうのは街全体を覆っていたので影響はあったんですけれども、比較的標高が高かったのと、あと周りに工場が少なかったっていうところで、影響はその南東部より少しマシだったみたいです。で、実際にどれだけその高低差があるのかというと、ハムステッドヒースがロンドン市内では一番標高が高い場所になっていて、標高134メートルになっているので、結構丘の上にあることが分かります。で、最後に今日の話になるんですけど、このロンドンの南北っていうのを長い歴史で見ていった時に、やはり北がすごい栄えていたよねっていうのが分かりますと。なんですけど、今南の方でですね、結構街開発とかが進んでるので、その南部イコールあまり良くないイメージっていうのが払拭され始めています。一個難点っていうのが、その南に行くと湿地地帯だったっていうこともあり、結構地下鉄とかも作りにくいっていうのがあります。そうするとですね、交通網っていうのがどうしても制限されてしまうので、北部の方が住みやすいだったり、いい印象っていうのはちょっと拭えないような感じですね。ということで今回の動画はこちらで以上になります。今回ですね、そのロンドンの南北における分断っていうところを見てったんですけれども、そのローマ時代から見ていった時に、やはりずっと北の方が栄えていて、ちょっと南がまだ追いついていけてないなっていう印象はありました。で、本来ね、まだまだ伝えたいことはいっぱいあったんですけれども、要約するとこういう感じになりました。
で時代とともにですね、結構街も変わってきてたりしていて、今まで南はちょっと危険だったり危ないって言われてたんですけれども、場所によってはもう再開発が進んで、もうビルがいっぱい建ってるようなところが結構ありましたね。なんですけれども、今回の撮影でもね、南の方何箇所か回ったんですけど、ちょっとここは危ないなとか、ちょっとここは気をつけなあかんなっていうようなところもまだやっぱり残っていました。で、果たしてね、我々が生きてる間にこの南北の差が縮まるのかどうか、ましてやその南が北を越えるのかっていうところがちょっと気になるポイントではあるんですけれども、一旦現状としてはこういう感じです。ということで今回の動画はこれで以上となります。もし何かご質問、ご意見あればコメント残してくれたら嬉しいです。では、ありがとうございます。